これゴジラ VS キングギドラっていう作品のこの型の像はっていうウルトラマンテガの最後に出てくる敵ですね。骨格撮影してそこから作った人がイリスっていうタイプなんですけど、これ3万しました。100から150ぐらいですかね。結構個人的にはやばいですね。最後かもしれない。最後みたいな南青山マニアックチャンネル。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。M445 と申します。特撮フィギュアのマニアになります。じゃあちょっと早速そちらを見せてもらってもよろしいですか。はい、どうぞ。主にゴジラとウルトラマンですね。以前は他にもいろいろ集めてたんですけど、置き場所とかの問題でその2つに絞ってますね今は。はい、100から150ぐらいですかね。多分これがいわゆるソフビっていう結構お子さんとかがこう戦わせたりとかして遊んでるソフビのシリーズで、もう一つ最近アクションフィギュアっていろんなポージングだったりとか、はい、決めて飾ったりとか、ものによってすごい作り方からこだわってて、ウルトラマンの中に入ってるスーツアクターさんの骨格撮影してそこから作った人がっていうのもありますし、あともゴジラ、シン・ゴジラのこのゴジラとかは造形とか原型を実際映画でそのひな形というか模型を作った人がフィギュアもちゃんと監修とか造形をやっているので、より本物に近いっていうか、はい、そういうのも最近多いですね。個人的にはやっぱりキングギドラなんだ。キングギドラもいろんな種類いるんですけど、これゴジラ VS キングギドラっていう作品のこのデザインというか、はい、かっこいいですね。このシリーズも実際に映画でスーツ作ってる人とかが監修してたりするので、本当本物に近いフィギュアのシリーズになりますよね。あんまレアものとか意識して集めてはないんですけど、これとかですかね。これとかわりかしちょっと上の方なんですけど、型の像はというウルトラマンテガの最後に出てくる敵ですね。ラスボスですね。はい。これ今だいぶ中野とか行っても10何万とかで取引されてたりとか、はい、YMSF さんっていうフィギュアのメーカーが、本当に有名ではないかもしれないんですけど、このつい何ヶ月か前に発売になったんですけど、オルガっていうゴジラに登場する怪獣なんですけど、この形態でこのソフビ化するっていうのはかなりマニアックな、はい、セレクトで。すごいマニアックな怪獣を製品化してくれるメーカーさんで、メーカーの方もすごい多分お好きなんでしょうけど、怪獣とか元がこういう感じなんですけど、はい、なんかこう宇宙人が肉体を取り戻すのにゴジラの細胞を取り込もうとして、で口をガー開けてこれゴジラを食べようとしてるシーンのはい、フィギュアなんですけど、その形態をなかなかフィギュア化するっていうマニアックさが結構個人的にはやばいですね。やばいですね。こう大手が製品化しないような怪獣とかをフィギュア化してくれるので、結構やっぱマニア的にはそういうのはかなりおっていう。これまさに安野さんですね。安野さんゾーンですね。はい、なんか新ウルトラマンとかなかったらこう一般の人とかウルトラマン見る機会もなかったでしょうし、新シリーズは僕は好きですね。結構やっぱシン・ゴジラとかもなんかこう第1作目
とはまた違ったこう怖さもあったりとか、本当に現代に怪獣が現れたらっていうのでリアルに描かれてましたし、随所にこう SF なんだけどちょっとリアルがあるっていうのがウルトラマンとかも仮面ライダーとかもそうでしたけど、はい、すごい面白かったですよね。あとは怪獣のデザインとかもなんでこの怪獣登場したんだろうっていうのがあるんですけど、実際こう昔ってこう予算の関係でこう着ぐるみを改造して新しい怪獣作ったりとかしてたんですけど、それをそのまま怪獣に持ってきちゃって、宇宙人の生物兵器なんだけどちょっと顔を付け替えて別の怪獣にしたりとかっていう、それを映画の設定にそのまま持ってきちゃったりとか、そういうのも結構発想がすごく面白いなと思って、やっぱ庵野さんはもともとこれもそうなんですよ、小5代のウルトラマンに登場した怪獣なんですけど、ネロンガっていう怪獣が先だったかな確か。これの着ぐるみ改造してガーボラっていう怪獣を作ってて、その新ウルトラマンでまさにその映画の設定の方にも生かされている、こう小出しで来るんですよバンダイが映画公開されても2年去年ですかね、1年半ぐらい経ってようやく後ろのこのゼットンが、はい、先日発売になったりとか。ゼットン怖かったですね。ゼットンそうですね良かったですね。ゼットンもそうですけど、ウルトラマンのこう同族がこうゼットン持ってくるっていうのもすごく面白かったなと思います、はい、ゾーフィーです、はい、このゾーフィーとかも確か庵野さんのボディスキャンしてそこから作ってるんですよね。エヴァンゲリオンもそうですね、好きですね。昔のエヴァとかさ、僕薫君の多分セリフ言えんじゃねえかっていうぐらいなんですかわかんない昔言えたようなけど、ね、心理描写がやっぱすごいリアルですよね。はい、1回2回じゃあんま理解ができないんですよね、あの作品でこうそもそも理解できなくて、1回見て結構 YouTube とかでなんかこう考察とかしてる方がいるので、それ見てああなるほどって言ってもう1回見るみたいなそれでそういうことかっていう、このような部屋の明かり消して全部このショーケースの明かりつけてここにいるっていうのもそうですね、最高の時間ですね。地球上で今ここが一番僕の4畳の部屋が、はい、落ち着く空間です。より本物に近いものが家にあるっていう、そのなんだろうな、でしかもそれ本物に近いので映画では見れないところ、背景とか細かいところとかも見れたりするのも楽しいですし、なんかそうですね、なんか映画が本当うちにやってきたみたいなのもありますし、あと個人的にはポーズを決めている時とかでやっぱこうすごくこう狭い空間に並べているので、いい感じに入った時のなんかこうなんていうかこうやってテートトリスじゃないですけど、そのどう飾ろうかとか、フィギュア自体も好きですし、並べてる時がこうなんかサントラとかかけながらこういじったりとかっていう時間は本当にもう至福の時間ですはい、値段はアクションフィギュアで1万円前後しますね。ウルトラマンで今7、8千円ですかね、1体で。ゴジラで1万円前後。一番高かったのがこの間この後ろにいるこの赤いやつなんですけど、はい、イリスっていう怪獣なんですけど、これ3万しました、ガメラですね。ガメラ3、はい、イリス覚醒っていう映画に出てくるやつなんですけど、飾りきれないのでちょっと今こういう感じで飾ってるんですけど、パーツ変えるとなんかこう飛行形態になったりとかして結構すごいんですけど、3万しましたねなんか1個買うともう全部欲しくなっちゃうなんか全種類集めたいってなって収集癖がそれなので、なんかこう関連したなんだろうキャラクターも欲しくなってしまうのはもうしょうがないですねもう違うメーカーさんでなんかちょっとこうあれじゃないですか、なんか位置が違う、大きさが違うみたいな集めちゃうみたいな本当はもっといろんなメーカーの欲しいんですけど、ちょっと場所とお金の関係でちょっと抑えてますね。
お金がいくらあっても苦しみというか、毎月のそのカードの支払いの明細とか見るとちょっとしんどい時ありますやべえみたいなはい、そうですね、特に家計には迷惑かけないようにはもちろんしているので、はい、自分のお小遣いとかそういう範疇で、はい、楽しいですよ。安心感というか、なんだろう、限定のものもあったりとか、結構市販のものでもすぐにこう生産終了になっちゃったりするので、もう買って持ってる、安心っていうはい、それでも結構もう昔とかは我慢ができなかったので、ちょっとこう何倍の値段になってても買っちゃったりとかあったので、そこから今はちょっと学んで、いいなと思ったらとりあえず買います。そうですね、はい、うちの妻とかは理解のある人なので、なんだろう、もうこれ僕からこれ取り上げたら多分人生の多分半分以上は多分つまらなくなるっていうのが分かっているのではい、そこはすごく理解してもらえてますね。はい。娘さんこっち方向にはあまり興味がないですか？でも多分他の小学校2年生の女の子よりは詳しいんじゃないですかね。ウルトラマンとかやっぱり、はい、見てると聞きますね。なんか一緒になって見てますね。解説しちゃいますよね特に聞かれてもないんですけど、はいそうですね、やっぱなんかこう本来特撮って子どものものなんですよね。円谷英二さんがもおっしゃってましたけど、子どものものなんで本来僕らがお借りしてるっていうか一緒に楽しませてもらっているので、なんかうまいことこうなんだろう、近所の子供とかと一緒に特撮楽しめる何か機会があるといいなと思ってて、こう一緒におもちゃで遊ぶでもいいですし、全然一緒に見てもらってもとか、はい、なんか次の世代になんかこうなんだろう、特撮ファンの本当に端くれみたいなもんなんですけど、それでもなんかこう残すというかはい、この僕の愛じゃないですけど、特撮今後も続いていくとは思うんですけど、そういうのをなんか次につなげられるなんかこうことができたら嬉しいなとは思いますね。はい、あと娘がちょっと子役やってるもので、そうなんですね。なのでゴジラとかウルトラマンの作品に出てくれると最高ですねそうです。ウルトラマン見始めたのが大人になってから、僕子供の頃も見てたんですけど、そこからずっと見てなくて、2009年に公開された映画でウルトラ銀河伝説っていうのが、ウルトラマンゼロっていうこの人なんですけど、これが初めて登場した映画、やっぱなんかそこからまたウルトラマン見始めたので思い入れがあります。ゼロとかウルトラマンエイリアルっていう、これが初めて悪に染まったウルトラマン、ウルトラマンと同じ力を持ってる。結構映画が先なんですか？そうですね、なんかなんでしょう、欲しくなっちゃうんですよね、なんか作品がいいと特撮の作品もすごく好きなので、特にやっぱ今だとやっぱ CG とかでいろいろ作れたりはすると思うんですけど、昭和の作品とかだともう CG ないじゃないですか。どうやってその表現するんだろうっていうので、後でこう資料とか見て、なるほどっていうのはありますよね。第1作目だったらこの鉄塔が熱線で溶けるっていうシーンがあるんですけど、それもろうで鉄塔を作って熱当てて溶かして撮影するとか、知恵でやってるっていうのがすごいなと思って、そういう背景知ってまた改めて見て感動して、で買うっていうフィギュアを買うっていう感じですね。もともと10代とか20代の時はもう夢として作る方が持ってて、夢としてなんか映画の学校行ったりとかしてたんですけど、作る側を目指してて、で就職とか20代の時してなかったので、アルバイトしてたんですけど、アルバイト先でいて今の妻と出会ったりとか、それで娘も生まれてるので、もう遡ると特撮に行き着くっていう人生なんですよねはい
検定っていうのはなんか何年前だろう、4年45年ぐらい前になんかあって、なんか面白そうなんで受けたんですけど100点いけるかなと思ったら92点しか取れなくて、なんかこの作品のこの少年のお父さんの職業は何でしょうみたいなとか、なんか自然と頭入ってましたね。なんか何回もやっぱ見たりしてるので、昨日も新しいの公開になりましたし、ゴジラの、はい、マイナスワンですね。はい、昨日朝一で見に行ってどうでしょう。めちゃめちゃ良かったですね。はい、昨日とかが11月3日っていうのがそのゴジラの第1作目が公開された日なんですけど、それで新作の映画も公開されて、で毎年ゴジラフェスっていうのをやってて、はい、そのイベントで新作の短編が必ず公開になるんですけど、昨日一日中本当にもう映画館行って家帰ってきてゴジラフェスの配信見てっていうので一日中そういう生活だったんで、本当幸せだなと思って。これが多分僕が生まれたぐらいに発売になったやつで、初めて買ってもらった、はい、ソフビですね。モスラ対ゴジラという映画に登場したゴジラですね。結構これで子供の時とか遊んでたんで思い出のそうですね、もともと物心ついた時から特撮は身近だったんですけど、一番は幼稚園の時に見た映画なんですけど、ゴジラ対ビオランテっていう映画があって、それがなんか当時いくつぐらいだろう、5歳とか6歳ぐらいだったと思うんですけど、すごく衝撃というか、多分今考えるとなんだろう、目の前に本当になんか怪獣いるみたいなぐらいの衝撃受けて、本当そこからですね。はい、最初は本当もう物心ついた時からウルトラマンとか見てて、でうち母がちょっと体調があまり良くなかったので、なんか外に遊びに行くというよりは家で遊ぶことが多かったんですよね。なのでウルトラマンのビデオを見たりとか、こういうフィギュアで遊んだりとかっていうのが昔からやってて、で、うちの親が結構甘い親だったので、欲しいって言ったら買ってくれるみたいな親だったので、始まりはそこですかね。やっぱ、はい、気がついたらあって、でやっぱ幼稚園の時に見た映画ですね。やっぱゴジラ対ビオランテっていう映画を父親に見に連れて行ってもらって、そこでもうドーンと衝撃を受けて、それからすぐにフィギュア買ってもらって、それから毎年ゴジラの映画始まるたびに新しいのが出るので、それもなんかお手伝いして買ってもらったりとか、はい、誕生日とかクリスマスのプレゼントで買ってもらったりとかっていうので、はい、続けてた感じですね。はい、我慢できないんですよね欲しいと思ったら。自分にとってはなくちゃならないものなので、細胞かもしれないですね。細胞みたいな割と多分特撮で形成されてる人間だと思います。多分崩壊しますからなんか